おはようございます。たかしです。本日は7月12日火曜日、ただいま9時12分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日の日足は上髭陰線となっております。先週からの引き継ぎで上昇をしていたんですが、昨日ようやく上げ止まってくれたというそんな陰線に見えます。ただ現在はここ三角持ち合いですね。その中で推移しておりますので、ここからまた上昇してくるのか、それとも昨日の陰線がサインとなってそこから下落するのかというところですが、今はまだ GMMA に抑えられているようにも見えますので、上値は重そう。一旦は昨日の高値を超えてくればこのまま上昇を期待できますが、本日もし上昇してもこの昨日高値を超えてこられないと、そこからの下落で再びこの160円を目指して下落する、そんな風に考えています。ただここ三角持ち合いですので、この三角持ち合いを下抜けた時は基本的には支点まで動くという風に考えます。ですので今の場合ですと、この下抜けた場合は支点がここですね。157.8 付近。これがこの安値 150.977 から 168.729 に引いたフィボナッチリトレースメントの 61.8% がちょうど 157.758 なんですが、その辺が三角持ち合いの、下の方の支点ですね。なのでこの辺ぐらいまで下げてくる可能性があるとは考えます。で、もし三角持ち合いを上抜けた場合はここですね。この白のボックス上限 168.729、この辺ぐらいまでの上昇を考えます。現在はまた三角持ち合いの中ですので分かりにくい動きをしそう。そして GMMA 付近ですので、これもまた分かりにくい動きをしそうというところで方向感はないんですが、MACD ですね。こちらがまだ下落モメンタムを維持してますので、もう一段安になるんじゃないかなというふうには考えてます。で、先ほど言いました目指すはここですね。165.8 付近。一旦は160円付近ですが、そこで一旦反発をして、そこからもう一段安。で、この辺ですね。157.8 付近まで下落してきそうな雰囲気にも見えます。では4時間足です。4時間足綺麗に下落トレンドを描いて下落中というところで、結構ここの反発は強かったんですが、昨日結果的にはこの黄色のゾーンを明確に上抜けられなかったんですよね。で、先週末の動画でお話ししていたのが、ここはちょっと見にくいんですが、スパイクのようになっていますので、この急下落に対して急上昇してきてて、そこで金曜日が終わってたんですね。なのでそこから昨日月曜日は一旦下落後の上昇で、金曜日の高値を超えられるかどうかというところを見ておりました。で、イメージとしましては、一旦下落後の上昇で金曜日の高値を超えられずに、そこからの下落というふうに考えていたんですが、月曜日はそのままスルスルっと上に上がってしまいましたね。ただ、エネルギーをためずに上昇してしまいましたので、それが結果的にこの黄色のゾーンを上抜けられないという、結果になったのかなというふうに考えてます。なので今はエネルギーが足りずに一旦下落してきたというところですが、小さくは今上昇トレンドを描きかけてますので、やはり一旦上昇する可能性は高いなとは見てます。ただ、昨日の高値を超えてこられなければ、ここでのダブルトップからの下落という風になっていきますし、今、日足の MACD はまだ弱い状態、そして4時間足、ストキャスティクスはまだ下げる余地がありますので、上昇してもやはり上値を重くて下がってくるんだろうなというところで、ここでの小さく3損を描くのか、それとも昨日の高値を目指してダブルトップになるのか、このまま続落っていうことも考えられますけれども、上値は重いんだろうなっていう、そんな印象ですね。MACD も一旦上昇モメンタムが消えそうになってます。そして今デッドクロス仕掛けてますので、やはり本日上値は重い、上昇しても上値は重くて下がってくるんだろうというところで、基本的には戻り売りで考えていきたいですね。そして今、この下落した時のターゲットなんですが、一旦は160円付近で、この白のラインがそうなんですが、これが日足のボックス加減ですね。で、そこにオレンジのトレンドラインも通ってますので、この辺160円付近っていうのは強めの反発が起こる可能性がありますが、一旦ここですね、この辺、ここ平行チャンネルを引いてるんですが、この水色の平行チャンネルですね。それの加減ぐらいが一旦のターゲットかなと見ておりますので、今ですとこのまま下落してくると 158.397 この辺がターゲットかなと見ております。そしてここ、今、ここ、ざっくりとなんですが黄色のラインで結んでますので、その辺のラインが意識されてくるのかと考えます。で、先ほど日足で言ってましたフィボナッチリトレースメントの 61.8% のラインがここです。このオレンジのライン、赤のライン、この辺がそうなんですね。なので今ターゲットとしても比較的近いところにありますので、一旦は158
168円ぐらいを目指して下落しそう。そんな風に見えます。では1時間足です。ここが今1時間足の目線切り替えポイントと考えてますので、上昇してもここまでかなと今は思ってます。このラインが 165.277 なので、本日上昇してきて、この 165.277 まで上昇してくればそこは戻り売りポイント。ただしその前に昨日の高値を超えられないと思いますので、164.5 付近ですね。この辺まで上昇すればそこも戻り売りポイント。で、先ほど言ってました、ここに3損ですね。そうなると、ここの左肩あたりですので、163.8 とか9とか、その辺あたりっていうのも戻り売りポイントかなと考えてます。現在はこれもざっくりなんですが、平行チャンネルを描いてまして、この中で動いていますよね。今は下限付近にありますので、ここから反発してこれるのかどうかというところです。反発してきましたら、先ほど言いましたポイントでの、戻り売りを考えていきたいところですが、このまま下抜ける可能性もありますので、ここ、今、1時間足では表示させてないんですが、このグレーのラインと、この青のラインのところが4時間足で見てた黄色のゾーンなんですね。なので、ここの黄色のゾーンを下抜けると、ちょうどこの平行チャンネルも下抜けることになりますので、そうなると、戻しを待ってからの下落っていうのを取っていきたい。そして、目指すは160円ぐらいですね。その辺ぐらいまで下げてくれると、やりやすいかなとは考えてます。今、日足ではここですね、昨日の日足の上髭の部分がこの辺になるんですけれども、結構長い上髭の陰線となっておりますので、本日は160円まで、もし上昇してきたらそこは戻り売りポイントとして、160円ぐらいまでは狙っていけるんじゃないかと考えてますので、参考になれば幸いです。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。